のささやきの朗読やあれは3年前の話だ。俺は友人3人と一緒に中古のキャンピングカーで旅行に出た。車を買ったのは健一で、30歳の記念に思い切って買ったらしい。白い大きな車で、後ろにベッドと小さな流し台がついていた。最初の2日間は何もおかしなことは起きなかった。昼は観光して、夜は道の駅に車を止めて、そのまま車の中で寝る。キャンピングカーの中は思ったよりも広くて、大人4人でもなんとか寝られた。3日目の夜、山の中の道の駅に車を止めた。周りは林に囲まれていて、街灯が少なく、夜になるとほとんど何も見えなくなるような、そんな場所だった。その場所に着いたとき、なぜかわからないけれど、あまりいい感じがしなかった。妙に静かだったのを覚えている。風の音も虫の声もほとんど聞こえなかった。その日は疲れていて、日付が変わる前には全員寝てしまった。後ろのベッドに2人、前のシートを倒して2人。俺は後ろのベッドで寝ていた。夜中ふと目が覚めた。最初は理由がわからなかったけれど、すぐに気づいた。車が揺れていたんだ。細かい振動がずっと続いていた。ガタガタガタという揺れと一緒に低い音が聞こえた。それはエンジンの音だった。目を開けたまま俺はしばらく動けなかった。頭が状況を理解するのには時間がかかった。全員寝ているはずなのにエンジンがかかっている。つまり誰かが運転しているんだ。体を起こして前を見た。薄暗い車内で前のシートに寝ている2人の影が見えた。動いてはいなかった。その向こう、運転席に人影があった。知らない人間だった。背中しか見えなかったけれど、少なくとも友人の誰でもなかった。肩の細い小柄な人間だった。その人は慣れているみたいに静かにハンドルを握っていた。そして山道をゆっくりと曲がっていった。声を出そうとしたけれど、声が出なかった。体もしばらく動かなかった。やがて車は止まり、エンジンが切れた。急に周りがしんと静かになった。気づいたら他の3人も起きていた。誰も何も言わなかったけれど、全員自分たちが変な場所にいることは分かっていた。外に出ると、そこは山の中の細い道路の脇だった。街灯が1本だけ立っていて、その下に車が止まっていた。道路の端に古いガードレールがあった。その向こうは真っ暗で下が見えなかった。ガードレールには古い看板がついていた。この先、事故多発につき注意。看板の下には白い花がいくつも置かれていた。新しい花もあった。その場所を見たとき、初めて来たはずなのに変な感じがした。まるで来たことがあるような気がしたんだ。車に戻ろうとしたとき、後ろの方で音がした。コツンと小さな音だった。キャンピングカーの後ろ、ベッドの下の収納のあたりから何かが聞こえた気がした。だけど気のせいかと思って車に乗り込もうとしたとき、もう一度鳴った。コツン。今度ははっきりと聞こえた。まるで内側から叩いたみたいな音だった。その時俺はなぜかわからないけれど、この車は夜になるとまた動く、そんな気がしたんだ。そしてその予感は外れることはなかった。
次の日の朝、俺たちはほとんど会話をしなかった。誰もはっきりとは言わなかったけれど、全員同じことを考えていたと思う。昨日の夜、あの車を運転していたのは誰だったのか、ということだ。俺と健一は運転席に人が座っているのを見ている。でも、亮と匠は前のシートで寝ていた。つまり、あの車の中に俺たち以外の誰かがいたことになる。そんなはずはない、と頭では分かっているのに、昨夜の見た背中のことを思い出すと、どうしても気のせいだとは思えなかった。朝コンビニの駐車場で、車についていたドライブレコーダーの映像を確認することになった。この車は中古で買ったもので、前後にドラレコがついていた。夜の映像を再生していくと、午前2時過ぎ、映像が一瞬だけ乱れた。その直後、止まっていたはずの車が動き出したんだ。山道を走る映像が続いていた。ハンドル操作は不自然なところがなく、迷いもなく、同じ道を何度も走ったことがある人みたいな運転だった。午前2時41分、車はあの街灯のある場所で止まった。そこで、後ろのカメラに人が映った。それは白い服を着た女だった。歩いているというより、地面の上を滑るみたいに動いていた。車の後ろまで来ると、カメラを下から覗き込むみたいにゆっくりと顔を上げた。髪が濡れていて顔に張り付いていた。だけど目のところだけが黒く見えた。その女が映る少し前の映像を止めてみると、車が動き出す前からもう車のすぐ後ろに立っているのが分かった。俺たちが寝ている間、ずっとそこに立っていたみたいだった。映像を記録一覧に戻したとき、健一が変なことに気づいた。保存されている映像の一番上に、まだ来てないはずの明日の日付のファイルがあった。壊れているのかと思ったけれど、その映像は再生できた。夜の山道で車が止まっている映像だった。しばらくすると、運転席のドアが開いて、誰かが降りてきた。それは俺だった。黒いパーカーと灰色のスウェット。その日、俺が着ていた服と同じだった。映像の中の俺は、ふらふらした足取りで車の後ろに回ってきて、カメラの前で止まった。そして、カメラを見上げて口を動かした。音はほとんど聞こえなかったけれど、何度か再生して言葉だけは分かった。まだ一つ足りない。その後、俺は暗い林の方へと歩いていった。少しして、ガードレールがきしむ音がして、映像は終わった。そこまで見て、俺は急に変なことを思い出した。この車で寝る場所を決めた時のことだ。後ろのベッドは二人しか寝れないから、誰が後ろで誰が前かを決めた。じゃんけんをして、後ろが俺と健一、前が亮と匠になった。そこまでははっきりと覚えている。でも、その時のことを思い出しているうちに、どうしてもおかしな感じがしてきた。最初、ベッドのところに座って4人で酒を飲んでいたんだ。その光景も覚えている。でも、どうしても引っかかるんだ。あの狭いベッドのところにもう一人いた気がする。だけど誰だったのか顔が思い出せない。声も思い出せない。でも確かにもう一人いて、5人で座っていた気がする。それを思い出した瞬間、後ろの方で音がした。コツンと、ベッドの下の収納の方からだった。そしてしばらくして、もう一度鳴った。今度ははっきりと内側から叩く音だった。その音を聞いたとき、俺はなぜかドラレコの映像の中の言葉を思い出していた。まだ一つ足りない。その言葉が
頭の中で何度も繰り返されていた。その日の夜、俺はほとんど眠れなかった。全員昨日と同じ車の中で寝ることになった。本当はもう車を降りて帰りたかったけれど、山の中で車を置いて帰るわけにもいかなかった。電気を消して横になって目を閉じても、また夜中に車が動くんじゃないかと思うと眠った気がしなかった。どれくらい時間が経ったのかわからないけれど、ふとあの振動が体に伝わってきた。ガタガタガタという細かい揺れ、低いエンジンの音。やっぱりだと思った。目を開けたけれど体を起こすのが怖くて、しばらくそのままでいた。でもやがて車が右に曲がる感覚がして、ゆっくりと体を起こして前を見た。運転席にはやっぱり誰か座っていた。暗くて顔は見えない。でも前の日に見た背中と同じだったんだ。肩の細い小柄な人間。車は山道をゆっくりと走っていった。カーブを曲がるたびに窓の外にガードレールが見えた。そしてしばらくして車は止まった。またあの場所だと分かった。街灯が一本だけ立っている場所。エンジンが止まって静かになった。その時頭の中に急に思い出が浮かんできた。この車を受け取った日のことだった。中古車屋の駐車場で俺たちはこの車の前で写真を撮った。通りかかった人に頼んで4人で並んで写真を撮ってもらったんだ。だけど写真を撮り終わった後、その人が言った。いいですね、そのキャンピングカー。深く帽子をかぶった人だった。男か女かわからないような静かな人だったんだ。こういうので旅行してみたかったな。するとその時、誰かが冗談で言った。じゃあ、一緒に行きますか？みんな笑っていたと思う。そしてその人は少し黙ってから、本当にいいんですか？と静かに言った。そこで記憶が途切れているんだ。でもさっき思い出した。俺たち、あの人を車に乗せたんだ。冗談のつもりだったのか、本気だったのかはわからない。でもあの人は後ろのベッドのところに座って、俺たちと一緒に酒を飲んでいた。だけど、顔が思い出せない。声も思い出せない。でも、そこに座っていた光景だけは思い出した。車の外でガードレールがきしむ音がした。その音を聞いた瞬間、俺は分かってしまった。ドライブレコーダーの映像の中で俺が言っていた言葉。まだ一つ足りない。あの事故の記事を昼間に健一のスマホで見ていた。3年前にここでキャンピングカーが崖下に落ちて5人亡くなった事故。そして遺体の一人は後ろの収納から見つかったと書いてあった。5人。でも俺たちは4人だと思っていた。そして後ろで音がした。コツン、コツンとベッドの下の収納の中からだった。俺はその時、なぜか怖いというより、やっとわかったという気持ちの方が強かった。この車は毎晩ここに来る。事故のあった時間に同じ道を通って同じ場所に止まる。そして5人にしようとしている。コツン、コツン。そして収納の中から小さな声がした。まだ一人足りないよ。その時に気づいた。足りない一人ってあの人じゃない。俺なんだ。なぜそう思ったのかはわからない。でも思った瞬間、体が勝手に動いた。ドアを開けて外に出る。夜の山は静かだった。街灯の光の下に
白い花が並んでいる。ガードレールの向こうは真っ暗だった。そして後ろで車のドアが閉まる音がした。振り返るとキャンピングカーの中に人影が見えた。運転席に一人、後ろのベッドに二人、収納のあたりに一人、ちょうど5人になる。そしてエンジンがかかった。車はゆっくりと動き出して、俺を残して暗い道の方へと走っていった。その時不思議なことを思った。ああ、これで人数があった、と思ったんだ。それからしばらくしてニュースで事故を知った。鳴沢峠の旧道でキャンピングカーが崖に落ちた事故。乗っていたのは5人。そのニュースを見たとき、どうしてかわからないけれど、懐かしい場所のことを思い出すみたいな気持ちになった。そしてこう思った。また、誰か乗せなきゃいけないな、と。これは俺がまだ20代の頃の話だ。今でもあの道の前を通ることができない。思い出すと、あの時の匂いまで蘇る。濡れた土の匂いと古い油みたいな匂いだ。あの日俺たちはキャンプに行く途中だった。メンバーは4人。俺と大学の友人の健太の彼女のまゆ、それから俺の妹の美咲。美咲はこういうのが初めてで、やけにテンションが高かった。星、めっちゃ見えるらしいよ。流れ星見えたら、お願い事どうする？車の後ろでずっとそんな話をしていた。山に入ったのは夕方だった。その時妙なことがあった。山の入り口に小さな売店みたいな建物があって、その前に地元のおじさんが立っていた。おじさんは俺たちの車を見ると近づいてきた。兄ちゃんたち、上に行くのか？健太が、はい、キャンプ場です。と答えると、おじさんは少し黙ってからこう言った。霧が出たら夜は走らん方がいいぞ。この山はな、道が変わる。冗談みたいな言い方だった。でも、おじさんは笑っていなかった。いや、一本道だから迷わないですよ。そう言うとおじさんは、はっきり首を横に振った。迷うんじゃない。戻ってこれなくなるんだ。その言い方が妙に気持ち悪くて、車に戻ってからもしばらく頭に残っていた。キャンプ場に着いた頃にはもう暗くなっていた。夜の山は思ったよりずっと暗い。音が多かった。虫の声、風の音、木が揺れる音。でも夜の9時を過ぎた頃、急に音が減った。いきなり、シンとした。その代わりにカラスの鳴き声が聞こえ始めた。夜なのにカラスが鳴いていたんだ。しかも1羽だけじゃない。何羽も何羽も。まゆが言った。ねえ、なんか鳴き方変じゃない？確かに普通のカラスの鳴き方ではなかった。鳴いているというより笑っているみたいな声だった。その夜、美咲が気分が悪いと言い出した。熱はないのに吐き気がするという。ごめん、車で寝てる。そう言って車に戻った。そしてしばらくして様子を見に行った健太が変なことを言った。なあ、さっきさ、このキャンプ場来る途中にドライブインあったよな。俺はそんなものを見た覚えがなかった。いや、なかったと思うけど。いや、あったって。
桐原ドライブインって看板。まゆも、あ、なんか古い看板あったかも、と言い出した。でも俺はどうしても思い出せなかった。結局、美咲の体調もあるし、その日の夜のうちに山を降りることになった。あの時、やめておけばよかったんだ。山道に入って10分くらい走った頃だった。急に霧が出た。本当に急だった。さっきまで普通に見えていた道がいきなり白くなったんだ。ヘッドライトをつけても前がほとんど見えない。ちょっと、やばくないかこれ。健太の声が少しこわばっていた。スピードを落としてゆっくりと走る。ガードレールがぼんやり白く浮かんで見えた。その時美咲が後ろで言った。ねえ、さっきから同じところ走ってない？俺は否定しようとしてできなかった。カーブミラー、曲がった木、潰れたガードレール。さっきも見た。ナビを見ると現在地のマークが道の上じゃないところにあった。山の中の何もないところを指していた。その時だった。霧の中に光が見えた。黄色いぼんやりとした光。近づくと建物だった。横に長い古い建物。看板が出ていた。ドライブイン桐原。健太が小さく言った。やっぱりあった。駐車場に入るとやけに広かった。でも車は一台も止まっていなかった。エンジンを切った瞬間、妙なことに気づいた。カラスの声も虫の声も風の音も何も聞こえなかった。音が何もなかったんだ。まゆが小さな声で言った。ここ、やめない？俺もそう思った。でも、美咲がかなりしんどそうで、少し休ませよう、ということになった。入り口は古いガラス戸だった。すりガラスで中がよく見えない。ドアを開けると、カランと鈴の音が鳴った。その音だけがやけに大きく響いた。店の中は思ったより広かった。古い食堂みたいだった。壁には色あせたメニュー、天井の少し暗い蛍光と、誰もいないテーブル席。でも奥のカウンターに一人だけ女が立っていた。長い髪で顔がよく見えなかった。女はゆっくりと頭を下げて言った。いらっしゃいませ。その声を聞いたとき、なぜか少しだけ安心した。人がいた、と思った。でもその後すぐに変なことに気づいた。店の中の壁に大きな鏡があった。そこには俺たち4人が映っていた。でも鏡の中の俺たちの後ろにもう一人知らない男が立っていたんだ。俺は思わず振り返った。でも後ろには誰もいなかった。もう一度鏡を見る。やっぱりいる。俺たち4人の少し後ろ、黒い服を着た男がうつむいて立っていた。なあ、あの鏡。そう言いかけたとき、カウンターの女が言った。お食事にしますか？その声でみんな鏡から目を離した。今思えば、あの時もう一度ちゃんと見ておけばよかった。俺たちは適当にラーメンや定食を頼んだ。美咲は座ったままぐったりとしていた。店の中は静かだった。静かすぎた。厨房から音がほとんど聞こえない。包丁の音も鍋の音もしない。なのにしばらくすると料理が運ばれてきた。
ラーメンの湯気が白く揺れていた。その湯気が妙に重く見えた。煙ではなくて霧みたいだった。健太が小さな声で言う。なあ、この店さ。そこまで言って黙った。視線の先を見ると、いつの間にか店の奥のテーブルに人が座っていた。入ってくるところなんて誰も見ていない。男が一人、女が一人、奥の席に黙って座っていた。二人とも食事はしていなかった。ただ、座っているだけだった。しばらくして、男の方がゆっくりとこっちを向いた。その顔を見て、健太が息を飲んだ。え？男の顔が健太にそっくりだったんだ。髪型も、服も、顔も。でも何かがおかしかった。目だった。瞬きを全くしていなかったんだ。ずっと目を開けたまま、健太の方を見ていた。すると眉が震えた声で言った。ねえ、帰ろうよ。もう俺も無理だと思った。ラーメンにも誰も手をつけていなかった。席を立って出口へと向かう。ガラス戸に手をかけて、その時に気づいた。外の駐車場に車が増えていたんだ。俺たちの車の後ろに車が一台止まっていた。それは古いセダンだった。だけど、やけに古い型だった。さっき、あんな車あったっけ？誰も答えなかった。その時店の奥から椅子が動く音がした。さっきの健太にそっくりな男が立ち上がっていたんだ。ゆっくりこっちに歩いてくる。コツコツと靴の音が鳴る。健太が小さな声で言った。俺、あいつ知ってる。いや、知ってるっていうか、見たことがある。男は健太のすぐ前まで来て止まった。そしてゆっくりと口を開いた。やっと来た。そう言ったんだ。健太が後ろに下がる。いや、何言ってんだよ。男は少しだけ笑った。霧、出てただろ。だから来れたんだ。意味がわからなかった。だけど男は次にこう言った。次は、お前があっちに立つ番だ。その言葉を聞いた瞬間、入り口のドアがガタッとなった。全員そっちを見る。すりガラスの向こうに人の影が並んでいた。一人じゃなかった。何人もいた。5人、6人。いや、もっといたかもしれない。みんなドアのすぐ向こうに立って中を覗いていた。その影の中にもう一人健太がいた。外にいる健太はドアを叩いていた。開けろ！声が聞こえた。外の健太が叫んでいる。俺を中に入れろ！店の中の健太が真っ青な顔で外の自分を見ていた。その時カウンターの女が静かに言った。順番がありますから。店の中にいる全員が一斉にその女の方を見た。すると女はゆっくりと続ける。霧の日にここに来た人は帰れませんよ。外にいる人が一人入ると、中にいる人が一人外に出ますから。誰も何も言えなかった。だが女は最後にこう言った。だから席が決まっているんです。気づくと店のテーブルの上に札が置いてあった。一番奥の席に小さな札があった。そこに
こう書いてあった。健太様。店の一番奥の席に、健太様と書かれた札が置いてあった。健太はそれを見たまま動かなかった。顔色がさっきからずっと白かった。外ではもう一人の健太がドアを叩き続けていた。開けろよ。寒いんだよ。早く入れてくれ。ガラス戸が揺れていた。でも誰も動けなかった。するとカウンターの女が静かに言う。座ってください。健太は首を横に振った。嫌だ。俺は帰る。そう言ってドアに向かって歩いた。すると外の健太が嬉しそうに笑った。ガラス越しにはっきりと見えた。外の健太は笑っていたんだ。口が裂けるみたいに大きく。健太がドアに手をかけた瞬間、店の奥にいたもう一人の健太が言った。開けるな。声は小さかった。でもはっきりと聞こえた。開けたらお前が外に立つ。健太の手が止まった。奥にいる健太がゆっくりと言った。俺はお前だよ。去年ここに来たんだ。店の空気が急に冷たくなった気がした。奥の健太はゆっくりと話し始める。大学の帰り、霧が出てさ、この店に入ったんだ。俺たち4人だった。そこで奥の健太は俺の方を見た。涼介、お前もいた。心臓がドクンとなった。でも帰れたのは3人だけだったんだ。1人残った。そう、それが今の俺だ。頭の中がぐちゃぐちゃになった。眉が震えながら言う。じゃあ、外にいる人って。奥の健太がうなずいた。次に入る人。入ったら誰かが外に行くんだ。外に出たやつは霧の中をずっと歩く。次の霧の日までずっとだ。その時後ろで椅子が動く音がした。振り向くとカウンターの女がこっちを見ていた。さっきまで髪で隠れていた顔が見えていた。顔の半分が黒かった。焼けたみたいにただれていたんだ。そして歯だけがやけに白かった。女は笑っていた。席が空きましたから。いつの間にか奥の席に座っていた前の健太がいなくなっていた。代わりに入り口の外に影が一つ増えていた。外にいる影は5つになっていた。そのうちの一つがガラスに顔を押し付けて中を見ていた。それはさっきまで奥の席にいた健太だった。じゃあ、次は。女がゆっくり店の中を見渡した。そして俺の方を見た。次はあなたです。背中が凍った。嘘だろ。俺何もしてないよ。女は首をかしげた。霧の日にここに来ましたよね。それで十分です。外を見ると俺の車の後ろに車が何台も並んでいた。古い車、錆びた車、窓の内側から誰かが叩いた手の跡。その中に見覚えのある車があった。俺の車と同じ車だったんだ。もちろんナンバーも同じだった。その車の運転席に誰かが座っていた。でもよく見るとそれは俺だった。そして外の俺がこっちを見ていた。そして口の形でこう言った。
やっと交代だ。その瞬間、店の中の照明が一瞬消えた。真っ暗になって、次に電気がついたとき、俺は店の外に立っていた。霧の中だった。目の前にはドライブインがあった。すりガラスの向こうに人影が見えた。その中には俺がいた。店の中の俺が椅子に座ってうつむいていたんだ。俺は動けなかった。ドアを叩こうとした。でも体が動かなかった。足が勝手に後ろに下がる。霧の中に道が続いていた。歩きたくはなかった。でも体が勝手に歩いたんだ。俺は霧の中をずっと歩いた。どれくらい歩いたのかはわからない。だけど気がついたら朝になっていた。俺は山の入り口のところに立っていた。あの最初に会ったおじさんの売店の前だった。おじさんは俺の顔を見ると何も驚かなかった。ただこう言った。戻ってこれたのか？俺は震えながら聞いた。あそこって何なんですか？おじさんは少し黙ってから、霧の日だけな、帰れんかったやつが休んどる場所だ。次に来たやつと交代するためのな。それから何年も経った。でも今でも霧の日になると思い出す。あのドライブインの前を通るとき、たまに見えるんだ。霧の中に古い建物が見える。駐車場に車が止まっている。入り口の前に何人か立っている。その中には俺がいるんだ。ドアを叩いている。中に入れてくれって、ずっと。同窓会の案内が届いたとき、少しだけ嫌な名前を見つけた。出席者名簿の中に、桐生拓馬という名前があった。その名前を見た瞬間、俺は行くのをやめようかと思った。桐生は中学校の時、いじめられていたやつだった。暗くて、無口で、何を考えているのかわからないやつだった。俺たちは桐生を無視した。机を離したり、靴を隠したり、話しかけられても聞こえないふりをした。今思えば最低なことをしていたと思う。でも当時はみんなやっていた。だから自分だけが悪いとは思っていなかったんだ。卒業してから桐生がどうなったのか誰も知らなかった。同窓会の日、ホテルの会場には思っていたより多くの人が集まっていた。みんなそれなりに年をとって、それなりに大人の顔になっていた。出席者名簿を見た。桐生の名前のところに丸がついていたんだ。桐生は出席になっている。会場を見回したけど、桐生らしい男は見当たらなかった。少し安心した。正直、会って何を話していいのかわからなかったからだ。同窓会が始まってしばらくして、幹事のやつがマイクを持って行った。今日は来られなかったやつから手紙を預かっています。そう言って封筒を取り出した。白い封筒だった。桐生からです。会場が少しざわついた。幹事が封筒を開けて手紙を読み始めた。皆さん、お久しぶりです。桐生です。本当は今日行くつもりでした。でもどうしても都合がつかず行けません。なので手紙を書きました。今日来ている皆さんにどうしても伝えたいことがあります。
そこまで読んだところで会場の後ろのドアが開きました。みんなそっちを見ました。黒いスーツを着た男が立っていました。背が高くて痩せていて髪の毛がやけに長かった。その男はゆっくり会場の中に入ってきた。だが誰も話さなかった。みんなその男を見ている。男は会場の真ん中あたりまで歩いてきて、そこで立ち止まった。そして少しだけ頭を下げた。桐生です。今日は来ました。会場の空気が凍ったみたいに静かになった。その桐生は昔とは別人だった。背も高くなっていて、スーツも高そうで、髪もきちんと整えられていた。でも、目だけは昔と同じだった。何を考えているのかはわからない。暗い目だった。幹事が困った顔で、手紙読むかと聞いた。桐生は少し笑ってこう言った。その手紙、最後まで読んでください。幹事は手紙の続きを読み始めた。今日来ている人の中に、昔僕にいろいろしてくれた人がいます。でも、もう昔のことですので、気にはしていません。今日は、その人たちにお礼を言いに来ました。あの時は、ありがとうございました。そこで幹事は読むのをやめた。これ、どういう意味だ？桐生は少しだけ笑って答えた。そのままの意味ですよ。お礼です。そう言って桐生はテーブルの上に黒い封筒を何通か置いた。ここにいる人の名前を書いてあります。家に帰ってから開けてください。封筒の数は5通あった。だが俺はその封筒を見たとき嫌な汗が出た。その5人は昔桐生をいじめていた中心のメンバーだった。その同窓会の帰り道、俺は自分の封筒を開けるかどうかずっと迷っていた。開けたら何かが終わる気がした。でも開けない方がもっと怖い気がした。家に帰ってしばらく封筒を机の上に置いたまま、俺は何もできなかった。深夜になってやっと封筒を開けた。中に入っていたのは一枚の写真だった。中学の時の教室の写真だった。教室の後ろから撮った写真でクラスのみんなが写っていた。その写真の中で桐生が一人で下を向いて座っていた。そしてその周りに俺たち5人が立っていた。写真の裏に赤いペンでこう書いてあった。順番です。次の日、5人のうちの1人が亡くなった。朝ニュースを見ていたら、見覚えのある名前が流れてきた。転落事故だった。夜酔って階段から落ちて亡くなったらしい。偶然にしては出来すぎていると思った。すぐに残りの3人に連絡した。みんな同じことを言った。封筒届いた。中に写真が入ってた。裏に順番ですって書いてあった。そして写真に写っている立ち位置の順番に番号が書き込まれていた。桐生のすぐ後ろに立っていたやつの背中に赤いペンで1と書かれていた。そして次に亡くなったのは2と書かれていたやつだった。俺の背中には5と書かれていた。俺は最後だった。怖くなって俺たち4人はもう一度集まった。
居酒屋の個室で昔の話をした。思い出したくもない話だった。桐生をトイレに閉じ込めたこと、上履きを捨てたこと、机に落書きをしたこと、カバンを川に投げたこと。桐生は一度も怒らなかった。一度もやり返しては来なかった。ただずっと下を向いていた。その話をしているとき、一人が小さな声で言った。あいつ、最後の日に何て言っていたか覚えてるか？みんな黙った。俺は思い出してしまった。桐生は卒業式の前の日、教室で俺たちにこう言った。同窓会、楽しみにしてる。その時俺たちは笑って、お前なんか来んなよ、と言った。桐生は少しだけ笑って、こう言った。うん、わかってる。だから、来なかった同級生ってことにして。それから1週間で、また一人亡くなった。風呂場で倒れて、溺死だった。これで残りは3人になった。俺は怖くなって、桐生に連絡をしようとした。同窓会の名簿に電話番号が載っていたからだ。電話をかける。コールの音が長く続いた。そして誰かが出た。女の人の声だった。桐生さんのお宅ですか？そう聞くと、女の人は少し黙ってから言った。桐生は10年前に亡くなりました。俺の頭は真っ白になった。いじめが原因で自殺しました。遺書に同級生の名前が何人か書いてありました。電話を持つ手が震えた。でも、この前同窓会に。そこまで行ったとき、電話の向こうで女の人が言った。あなた、もしかして。その瞬間電話が切れた。その夜家に帰ると、ポストに黒い封筒が入っていた。新しい封筒だった。俺は震える手で中を開けた。またあの写真だった。教室で下を向いて座っている桐生。その後ろに俺たちが立っている写真。でも前に見た時より違っていた。赤い数字の3と4に×がついていた。残っている数字は5だけだった。写真の裏を見る。前は順番ですと書いてあった。でも今回は違う言葉が書いてあった。来なかった同級生は誰ですか？意味がわからなかった。でもその時、携帯が鳴った。残っている3人のうちの1人からだった。電話に出ると、そいつは泣きながら言った。なあ、俺、思い出したんだよ。そいつは震える声で言った。卒業式の前の日、桐生、教室で首吊ろうとしてただろ。心臓がドクンとなった。俺たち、それ見てたよな。でも怖くなって、先生呼ばないでそのまま帰ったよな。思い出してしまった。夕方の教室、カーテンレールにかかったロープ、ぶら下がっていた桐生。まだ少し足が動いていた。でも俺たちは逃げたんだ。誰も桐生を助けなかった。次の日から桐生は来なくなった。そしてしばらくして、桐生は転校した、と先生が言った。あれは転校ではなかったんだ。そして電話の向こうで、そいつが言った。
なあ、じゃあこの前同窓会に来た桐生って誰なんだよ。その時背後で声がした。来なかった同級生は誰ですか？振り向いた。部屋のドアの前に黒いスーツの男が立っていた。それは桐生だった。首に薄いロープの跡があった。そして桐生はゆっくり笑っていった。同窓会来なかったの僕じゃないですよね。来なかったのは助けに来なかったあなたたちですよね。次の日、5人目が亡くなったとニュースでやっていた。首をつって亡くなっていたそうだ。遺書はなかった。でも机の上に中学の時の写真が1枚置いてあったらしい。教室の写真だった。その写真には下を向いて座っている桐生とその後ろに立っている5人が写っていた。そしてその5人の後ろに黒いスーツの男が立っていた。首にロープの跡があって少しだけ笑っていたらしい。あれは俺がまだ20代の頃の話だ。今でも山を見ると最初に思い出すのは景色じゃない。湿った土の匂いでも杉の葉が擦れる音でもない。あの時見た木と木の間に何本も張られていた色あせた赤い紐だ。ただの立ち入り禁止の目印だと思っていた。観光客よけの脅し文句みたいなものだとあの時は本気でそう思っていたんだ。でも今はわかる。あれは入ってくる人間を止めるためのものではなかった。あれ以上中にいるものを外へ出さないための結界だったんだ。その山は地元ではそこそこ知られた低山だった。本格的な登山ってほどではない。休日に軽く歩くにはちょうどいいよくある里山だ。ただ山の裏側の古い登山道だけは地元の人間でもあまり使わないと言われていた。理由を聞いても年寄りたちははっきりとは答えない。昔から良くない。裏に入るな。見えても拾うな。言うことはいつも曖昧で、どこか子供相手の言い聞かせみたいだった。俺たちはその時3人だった。俺と大学時代からの友人の新一と、新一の職場の後輩だった圭介。3人とも車が好きで、休みが合うと適当に遠出をして、景色のいい場所で写真を撮ったり、川辺で飯を食ったりするほどの仲だった。あの日も最初から登山をするつもりじゃなかった。近くのダムまで来たついでになんとなく山道に入って暇つぶしに軽く歩こうという話になっただけだ。登山口には傾いた案内板が立っていた。表側の道はきれいに整備されていたのに、裏側へ回る細道は草が伸びていて明らかに手入れがされていなかった。そこで圭介が言った。こういう使われていない道の方がなんか面白そうじゃないですか？新一は笑っていた。俺もその時は止める理由がなかった。道が荒れているだけで別に私有地でもない。少し進んで危なそうなら戻ればいい。そういう軽い気持ちだった。10分ほど歩いたところで道の空気が変わった。風が止んだとか急に寒くなったとか、そういう階段じみた変化ではない。もっと妙でもっと説明しにくい違和感だった。周囲の景色は同じ山のはずなのに音だけが遠くなる。自分たちの足音が土に吸われていくようで、会話をしていても声が少し遅れて耳に戻ってくる気がした。先頭を歩いていた圭介が立ち止まった。
その背中の向こうに赤いものが見えた。木と木の間に細い紐が何本も張られていたんだ。胸の高さ、腰の高さ、膝の高さ。1本ではない。3本、4本。いや、もっとだ。古びて色が抜けているのに、そこだけ妙に目立つ。風がないのに、ほんの少しだけ揺れていた。紐の手前には小さな木札が下がっていた。墨が滲んで読みづらかったが、かろうじてこう読めた。入るな、触るな、またぐな。新一が、なんだこれと笑った。圭介はもっと露骨に馬鹿にしていた。いや、逆に雰囲気ありすぎでしょ。こんなの見たら入ってみたくなるじゃないですか。だが俺はあまり気乗りがしなかった。その場所だけ明らかに人の手が入っている。誰かがわざわざ紐を張って札まで下げているんだ。冗談半分で荒らしていいような感じではなかった。やめとけって普通に感じ悪いだろ。そう言ったんだが、圭介はもう一歩前へ出ていた。振り返ってヘラヘラ笑いながら言う。こういうのって地元のジジババが勝手にやってるだけですよ。山の神様がどうとかそういうやつ。その言い方に新一までつられて笑った。二人とも怖がっている俺をからかうつもりだったんだろう。圭介は靴の先で赤い紐を軽く持ち上げると、そのまま中へと踏み込んだ。その瞬間耳の奥で糸が切れるみたいな音がした。パツンと。実際に紐が切れたわけではない。でも確かにそういう音がしたんだ。俺は反射的に周囲を見たが何も変わってはいなかった。山は静かなままだし、赤い紐も張られたままだった。ほら、何もない。圭介はそう言って笑った。新一も肩をすくめてその後を追った。俺だけ残るのも気味が悪くて、結局俺もまたいでしまった。中に入った先はただの林ではなかった。まず空気が妙に湿っていたんだ。さっきまで乾いた土の道だったのに、その内側だけ何年も日が差していないみたいに地面が黒かった。そして少し進むと小さな塚のようなものがいくつもあった。人の膝ほどの高さに石が積まれている。一つや二つではない。左右に散らばるように10以上はあったと思う。墓には見えない。祠でもない。ただ石が積まれていて、その上に細い枝や乾いた花の残骸みたいなものが置かれていた。それは古い供物の跡にも見えた。新一が急に息を潜めた。これ、なんか嫌だな。さっきまで笑っていたのに、その時だけは真顔だった。俺も同じことを思っていた。ここは人が遊び半分で入っていい場所ではない。見てはいけないものを見てしまったような気がして、喉の奥が苦くなった。その空気を壊したのは、やはり圭介だった。あ、これすげえ。そう言って、一つの塚の前にしゃがみ込んだ。見ると、親指の先ほどの白い石が挟まっていた。河原にあるような丸い石ではない。どこか骨みたいに白くて、表面に赤茶けた筋が走っている。お守りみたいで良くないですか？これ。俺はゾッとした。その石は妙に生っぽかった。石なのに乾いたものには見えない。長く空気に触れていたものではなくて、ついさっき土の中から掘り出されたみたいな変な湿り気を感じた。ダメだ、置けよ。思わず強い口調になった。新一も、やめろって。
と言った。でも圭介は面白がって笑うだけだった。だって、こんなのどう考えても作り物じゃないですか。ほら、パワーストーン的な。そう言うと、あいつは白い石をつまみ上げ、そのままポケットに入れた。その時どこからか、かすかに鈴の音が聞こえた。チリン、チリン。近くではない。もっと奥の方から風に乗って流れてくるみたいな細くて弱い音だった。でも、それが合図みたいだった。さっきまで止まっていた風が急に木々の間を抜けた。腐った葉と湿った土の匂いが一気に立ち上がって、俺はたまらず、帰ろうと言った。帰り道で俺たちはほとんど喋らなかった。圭介だけが時々、なんかガチっぽくって逆に受けましたね。みたいなことを言っていたが、新一も俺もまともには返さなかった。赤い紐のところへ戻った時、木札がさっきと少し違って見えた。最初は墨が滲んでいたはずなのに、その時だけは妙にはっきりと読めた。持ち出すな。俺は足を止める。新一も同じものを見たのか、小さく、おいと声を漏らした。だが圭介は、そんな札は見えていないみたいに、そのまま紐をまたいで外へ出た。俺たちも慌てて後を追った。その日の夜、新一から電話が来た。普段は用事がなければ連絡なんてよこさないやつだから、珍しいなと思った。出ると開口一番、変なことを聞かれた。お前さっき、圭介の家に行ったか？行くわけがない。解散してからずっと、俺は自分の部屋にいた。いや、行ってないけど。そう答えると、新一は少し黙ってから言った。今、あいつから電話があってさ、玄関の前に、お前が立ってるって言うんだよ。俺は何を言っているのかわからなかった。何を言っているのと聞くと、新一は妙に早口になった。ドアスコープを覗いたら、お前が下を向いて立ってるって。でも、電話に出てるのはお前だろ？じゃあ、外にいるの誰だって話になってさ。背中が冷えた。ふざけてるんじゃないの？ああ、俺もそう思った。でもあいつ、笑ってなかったんだ。その時新一はさらに妙なことを言った。圭介の部屋の前に立っていた俺は、しばらく動かなかったらしい。それから玄関のドアを軽く3回叩いて、ボソボソっと何か言ったという。新一は、その言葉をそのまま伝えてきた。返せって。翌朝圭介からも連絡が来た。内容はもっと気味が悪かった。夜中の2時頃寝ていたら、胸の上に何か重いものが落ちてきたらしい。驚いて飛び起きて電気をつけると、布団の上に小さな石が3つ並んでいた。どれも庭石みたいな普通の石ではない。土で汚れた白っぽい石で、表面に赤い筋が入っていた。ポケットに入れたはずの石は机の上に置いてあった。だがそれとは別に同じような石が3つ胸の上に乗っていたそうだ。誰かが部屋に入ったんすかね？電話口でそう言っていたが、声は引きつっていた。冗談では済まないとさすがに分かったんだろう。俺はその日、仕事が手につかなかった。新一も同じだったらしく、夜に3人で会うことになった。圭介の顔色はひどかった。一日で人相が変わるなんてあるのかと思うくらい、目の下に濃いクマが落ちていた。会ってすぐ、あいつはスマホを差し出してきた。寝る前に何気なく撮った部屋の写真だという。そこには、
薄暗いワンルームの床が映っていた。テーブル、テレビ、カーテン、脱ぎ捨てた服、どれも普通だった。だが部屋の隅、カーテンと壁の間に何か白いものが見えた。最初は腕かと思った。細くて、長くて、関節がおかしい。人間の足のようでもあるが、骨張っていて、膝の向きが妙だった。そしてその先に小さな足がある。子供の足より細いのに、指だけが異様に長い。圭介は震える声で言った。これ撮った時、部屋に誰もいなかったんすよ。新一は何も言えなかった。俺も言葉が出なかった。写真の中のそれは、カーテンの向こうから部屋の中を伺っているみたいに見えた。それで結局、その場で決めた。石を返しに行くしかないと。翌日の朝、三人でまた山に向かった。晴れていたのに、山のふもとに近づくにつれて、空だけが灰色に濁っていた。登山口までは問題なく行けた。だが、あの裏道に入ってからがおかしかったんだ。歩いても歩いても赤い紐の場所に着かないんだ。同じような杉林が続くばかりで、目印になる倒木も曲がった標識も出てこない。地図アプリは現在地を示しているのに、その点がじわじわと揺れ続けていて、まるで定まらない。1時間近く歩いたところで、圭介が急に立ち止まった。うつむいていた顔を上げたとき、俺は息を飲んだ。あいつの首の右側に赤い線が出ていたんだ。まるで赤い紐で締めたみたいに、一周ぐるりと跡がついていた。さっきから後ろで何か引っ張るんすよ。圭介はそう言った。自分の首を押さえながらかすれた声で続ける。立ち止まると緩むんですよ。でも歩くとまた締まる。もうその時点で引き返すべきだったのかもしれない。でも石を返さなければもっとひどいことになると三人とも半ば思い込んでいた。さらに進むと突然視界が開けた。そこは昨日の場所だった。黒く湿った地面、点々と並ぶ石の塚、そして木と木の間に張られた何本もの赤い紐。俺たちはやっとほっとした。戻れたと、その時は本気でそう思っていた。だが近づいた時、違和感に気づいた。なんと、塚の数が増えていたんだ。昨日見た時より明らかに多い。しかもそのうちの一つは積み上げられた石が崩れていて、何かが足りないように見えた。圭介がポケットから白い石を取り出した。手が震えていて何度も落としかけた。これ、ここに戻せばいいんですよね。誰に聞くでもなく言って塚の前にしゃがみ込む。そして石を元の位置らしき隙間へと押し込んだ。その瞬間、山のどこかで低く鈴が鳴った。チリンじゃない。もっと大きくて重い音だった。社の本坪鈴を遠くで一度だけ鳴らしたような音。ゴーッと風が吹いた。赤い紐が一斉に揺れる。だがその揺れ方がおかしかった。横風なのに紐だけが前後に震えている。誰かが向こう側から指で弾いているみたいだった。新一が、もう帰るぞと言った。その声に重なるようにすぐ近くで女の声がした。一つ足りないよ。あまりにも自然に聞こえたから一瞬新一が喋ったのかと思った。でも新一は青ざめていて口を閉じたままだった。圭介はその場にへたり込んで辺りを見回している。そして声はもう一度した。一つ足りない。
今度ははっきりと塚の向こう側から聞こえた。俺は視線を向ける。石の影に白いものが見えた。人の顔だった。いや、顔というより顔に似せた何かだった。土毛色で目だけが異様に黒い。髪は濡れたように額へ張り付いていて、口元が見えない。首から下は塚の向こうに隠れているのに妙に近い。距離感が狂う。そこにいるはずなのに輪郭だけが遠いんだ。圭介が叫んだ。叫びながら立ち上がり、後ろへ下がろうとした。その途端、足元の赤い紐が引っかかって転んだ。尻餅ではない。何かに足首をつかまれて引かれたみたいに真後ろへ倒れた。俺と新一で駆け寄ろうとしたが、その前に圭介が喉を押さえてのたうち回り始めた。首の赤い跡が目に見えて深くなっていく。皮膚の下へ細い紐が食い込んでいくみたいだった。苦しい、苦しい。ねえ、取ってくれよ。俺は圭介の首に手をやった。何もない。本当に何もないのに、指先には確かに感触があった。細くて硬い、濡れた糸のようなものが首に幾重にも巻きついている。引っ張ろうとしても指が滑る。新一も一緒に掴んだが、見えないそれは逆に締まっていくばかりだった。その時、足元で石が転がる音がした。見ると、さっき戻したはずの白い石が、塚の隙間から一人でに転がり出てきていた。まるで中から押し返されたみたいに。そして女の声がすぐ耳元で囁いた。一つじゃない。次の瞬間、新一が俺を突き飛ばした。走れと怒鳴る声が聞こえた。俺は反射で立ち上がり、何も考えず赤い紐をまたいで外へ飛び出した。後ろで圭介のあえぐ声と新一の叫び声が混ざっていた。振り返る勇気はなかった。どれだけ走ったのかはわからない。気がつくと俺は登山口近くのベンチに倒れていた。服は泥だらけで、両手の爪の間には黒い土が詰まっていた。そしてしばらくして新一も戻ってきた。でも圭介はいなかった。警察には遭難だと説明をした。山狩りにも出た。だが圭介は見つからなかった。痕跡らしいものは何も出なかった。俺と新一は互いにあの場で見たものをあまり口にしなかった。話せば本当にあったこととして固まってしまう気がしたからだ。それから1週間後、圭介の遺体が見つかった。でも、見つかったのは山ではなかった。あいつのアパートの部屋だった。鍵のかかった室内で、押し入れの中に座ったまま死んでいたという。発見したのは管理会社の人間だ。失踪後、家族の依頼で部屋を確認したらしい。俺たちは事情聴取でその詳細を聞かされた。圭介の首には細い圧迫痕が何重にも残っていた。ロープでも電気コードでもなく、もっと細い何か。首だけではない。両腕、両足、胸にも同じ跡があった。まるで大量の糸で全身を縛られていたみたいに。なのに、現場からは何も出なかった。縛った道具も、争った形跡もない。それどころか、押し入れの内側の壁には、赤土のついた指で何度も何かを書こうとした跡が残っていた。文字になっていたのは一つだけだった。赤、それだけ。新一はそれを聞いてから目に見えておかしくなった。酒を飲む量が増え、夜になると誰かに電話をかけまくり、意味のわからないことを喋るようになった。3週間ほど経った頃、俺のところへ真夜中に連絡してきた。出るなり、
新一は怯えきった声で言った。窓の外に紐がある。何を言っているのかと思った。でもあいつは本気だった。4階だぞ。なのに窓の外に赤い紐が張ってある。ベランダじゃない。外側だ。何本もしっかりと揺れている。誰かが引いている。俺はすぐに行くと言った。車を飛ばして20分ほどで着いた。新一の部屋の明かりはついていた。だがインターホンを押したが返事がなかった。何度も鳴らして電話もかけた。だが出ない。俺は嫌な予感がして管理人を叩き起こし、合鍵で部屋を開けてもらった。部屋の中はめちゃくちゃだった。カーテンは引きちぎられ、窓際の棚は倒れ、床には塩と酒と何かの灰がぶちまけられていた。新一はベランダの前で座り込んでいた。目を見開いたまま窓の外を指さしている。あれ、見えるだろ。その声で俺も窓の外を見た。だが何もなかった。夜の駐車場と向かいの建物の壁が見えるだけ。赤い紐なんて一本もなかった。そう言うと新一はひくひくと笑った。見えないのかよ。じゃあもうダメだ。その日俺は無理やり新一を連れ出して自分の部屋に泊めた。もうこいつを一人にしてはおけないと思ったんだ。夜中の3時過ぎだったと思う。ふと目が覚めた。寝室の戸が少し開いていて、リビングの暗がりが見える。その向こうで誰かが立っていた。俺は新一だと思った。トイレか水でも飲みに起きたんだろうと。だが次の瞬間、全身の血が冷えた。立っていたのは新一じゃないんだ。細い、異様に細い。足首も膝も腰も人間の形をしているのに全部が骨張って長すぎるんだ。長い髪がだらりと垂れていて顔が見えない。そして両手に何本もの赤い紐を束ねて持っていた。その先が寝室の中、俺の布団の方へと伸びている。動けなかった。叫ぼうとしても声が出なかった。そしてそのままそいつが紐を少し引いた。首が締まった。本当にいきなり締まったんだ。喉の奥が潰れ、息が止まる。何も巻かれていないはずなのに、首の周りに食い込む感覚だけが鮮明にある。俺は必死でもがいて、布団の上を転がった。その弾みで枕元のスタンドに手が当たり、明かりがついた。光の中には誰もいなかった。ただ寝室の引き戸が半開きになっていて、その隙間からリビングが見えるだけだった。俺は咳き込みながら首に手をやった。暑かった。鏡を見ると皮膚に細い赤い線が一本くっきりとついていた。そして新一はリビングの隅で丸くなっていた。眠っているんではない。膝を抱えてブツブツ何かを言っていた。数が合わない。塚の数が合わない。足りない。まだ足りない。そして翌朝、新一は消えた。玄関の鍵は内側から開いていた。靴も財布もそのままなのに人だけがいなかった。警察に届け出を出しても本気で取り合ってはもらえなかった。大人の失踪なんて珍しくもないからだ。だが3日後、俺の部屋の前に小さな段ボール箱が置かれていた。差出人はない。中には土のついた白い石が5つ入っていた。その下に紙切れが1枚。残り1つ。字は新一のものだった。間違いようがない。大学時代から何度も見てきた癖のある字だった。俺はその足で山へと向かった。もう警察とか神社とか寺とかそういう理屈じゃ間に合わないと思った。
終わらせるなら自分で行くしかなかった。山は静かだった。あの日と同じように裏道は薄暗く、誰にも会わなかった。赤い紐の結界は今度はすぐに見つかった。まるで向こうから待っていたみたいに。木札には何も書かれていなかった。白く削れた板がぶら下がっているだけだ。俺は箱の中の石を持って中へ入った。塚は増えていた。数えたわけではないが、20どころではなかったと思う。林の奥までずっと小さな石の山が並んでいる。その中に人影があった。新一だった。背中を向けて地面にしゃがみ込んでいる。服は泥だらけで肩がひどく細く見えた。俺が名前を呼ぶとゆっくりと振り向いた。だが顔が新一じゃなくなっていた。目の周りが落ちくぼみ、唇はひび割れ、頬の肉がそげている。何日も飲まず食わずで山をさまよった人間の顔ではない。もっと別のものに近づいた顔だった。それでも口元だけは笑っていた。来ると思ってた。声も新一だった。俺は泣きそうになりながら近づく。でも、あいつは手を挙げて止めた。そこから先、来るな。何言ってんだよ。帰ろう。石なら返す。全部返して、もう終わりにしよう。そう言うと、新一は首を横に振った。違うんだよ。その一言で空気が変わった。背後の塚の間から何十という気配が立ち上がった。見なくてもわかった。石の一つ一つの下に何かがいる。返すんじゃ足りない。代わりがいるんだ。新一はそう言って自分の胸を指で叩いた。その指先には何本もの赤い紐が絡みついていた。皮膚の下へと食い込んで肉と一緒になっているみたいだった。圭介が持って行ったのは石じゃないんだ。あれ、数なんだよ。ここに積んであるの、墓でも供養塔でもない。逃がさないための数なんだ。意味がわからなかった。だが新一はもう説明をする気もなさそうだった。昔、この山で消えた奴らがいたんだってさ。人か、神か、もう何かわからない奴ら。だから外に出ないように一人につき一つ石を置いたんだ。数を合わせてここに縛った。だけどあいつはそれを持って帰った。だから足りなくなった。その時鈴が鳴った。今度はすぐ近くで耳を刺すように高い音だった。塚の間から白い手がいくつも出てきた。痩せ細って土に汚れた指先。その手が石を押しのけ地面をかく。林のあちこちで同じように土が盛り上がった。俺は足がすくんだ。逃げなければと思うのに膝が動かなかった。そして新一は静かに言った。お前はまだ一回だけ助かる。何言ってんだ。俺が数になる。そう言ったあいつは笑った。笑いながら自分の首に巻きついた赤い紐を両手で掴んだ。見る間に首の皮が裂け、血が滲んだ。それでも新一は力を込めた。だから、お前は二度と山に入るな。赤いものをまたぐな。石を拾うな。あと、夜にドアを3回叩かれても、絶対に開けるなよ。やめろ！叫んだ瞬間、周りの塚が一斉に崩れた。石が転がり、白い顔が土の下からいくつも覗いた。目だけが黒い。口元がない。いや、口があるはずの場所に
赤い紐が何重にも縫い付けられている。そいつらが音もなくこちらを向いた。新一が最後に何かを言った。でも、それは聞こえなかった。山中で鈴が鳴り始め、木々が揺れ、赤い紐が宙を走る蛇みたいに跳ねたからだ。俺は気がついたとき、結界の外に倒れていた。夕方だった。服のポケットには白い石が一つ入っている。これはどうしても捨てられなかった。捨てようとすると指が動かなくなる。川に投げても翌朝には机の上に戻ってきている。神社に預けようとしてもその日だけはなぜか閉まっている。そしてそれから何年も経った。俺は引っ越しを繰り返す。赤い紐のようなものが視界に入る場所を避けて生きているんだ。祭りも神社の飾りも工事現場の規制テープもダメになった。夜、ドアを3回叩く音がすることがある。出ないようにしている。だけど一度だけ覗き穴を見てしまったことがある。誰もいなかった。なのにドアのすぐ下の隙間から細くて赤い紐が一本だけスルスルと入ってこようとしていた。今あの白い石は透明なケースに入れて机の引き出しの奥にしまってある。鍵もかけている。それでも夜になると中で小さく音がする。コロ、コロコロ。多分まだ終わっていないんだと思う。新一が数になって本当に足りたのかどうか、それすらもわからない。ただ一つだけ確かなことがある。あの山では昔から赤い紐をまたいではいけないと言われていた。理由は単純だ。中に入るためではない。帰ってきたものを家に入れないためだったんだ。僕の住んでいた村では、夕方の鐘が鳴ったら山に入っちゃいけないことになっていた。大人はみんな同じ言い方をした。山は暗くなるのが早いから、道に迷うから、足を滑らせたら危ないから。でも、本当の理由は別にあるって、子供の僕でも知っていた。山の帰り道で、後ろから名前を呼ばれても返事をしちゃいけない。足音がしても絶対に振り返っちゃいけない。もし振り返ったらそれは家までついてくる。小さい頃から何度も聞かされてきた話だった。最初に教えてくれたのはおばあちゃんだ。夏の夜、蚊取り線香の匂いがする縁側で僕の頭を撫でながら言った。山にはな、人の声を真似るもんがおる。お母さんの声にもなるし、お友達の声にもなる。でも、振り返ったらあかんよ。振り返ったら、後ろのもんがお前の顔を覚えるからな。その時の僕は、半分怖がって、半分は笑っていた。そんなの、昔の人が子供を脅かすために作った話だと、分かっていたからだ。だけど、おばあちゃんは笑わなかった。覚えられたら終わりや。家まで来る。家の中に入ってきたら、今度は家族の声で呼ぶんよ。その言い方が嫌に静かで、僕はその晩、一人でトイレに行けなくなった。それでも昼間の山は好きだった。木の匂いがして、風が涼しくて、村のどこより広く感じた。友達と秘密基地を作ったり、虫を取ったり、川に向かって石を投げたりして遊ぶには山が一番だった。その日も学校が終わってから友達のひろきと山に一緒に入った。本当はすぐに帰るつもりだった。ちょっとだけ遊んで鐘が鳴る前には降りてくるつもりだったのに、秘密基地の裏に変な穴を見つけて、それで時間を忘れてしまった。
穴は木の根元にぽっかりと開いていて、奥が真っ暗だった。ひろきは枝を突っ込んで何かいるかなって笑っていたけど、僕はその穴を見ているうちになぜか気分が悪くなった。そこが見えないほど深いわけではない。ただ、穴の奥が暗いというより黒かった。見ていると向こうから誰かが見返してくるような気がした。ねえ、どうした？ひろきに言われて僕は慌てて目をそらした。その瞬間、村の方から鐘の音が響いてきた。ゴーンという重い音が山の木々の間をゆっくり抜けてくる。夕方の鐘だった。やべ！ひろきは顔色を変えて立ち上がった。僕も急いで荷物を掴んだ。さっきまで明るかった山の中はもう急に色が薄くなっていて、緑も土もみんな同じ暗さに沈みかけていた。走ろう。そう言って僕らは山道を下り始めた。少し行ったところでひろきの家へ続く脇道がある。そこでひろきは足を止めて言った。ここからならすぐだから、お前も急げよ。僕はうなずいた。本当なら一緒に村まで戻りたかったけれど、ひろきの家はあっち、僕の家はこっちだった。多分大丈夫だ。まだ少し明るいし、道だって慣れている。そう思って別れた。でも一人になった瞬間、山の空気が変わった気がした。さっきまで聞こえていた虫の声がピタリと止んでいた。自分の足音だけが土を踏むたびにやけに大きく聞こえる。ザ、ザと靴の裏が乾いた葉を踏む音。それ以外は何も聞こえない。変だなと思った。山ってこんなに静かだったっけ？そう考えたとき、後ろでカサッと音がした。足を止める。後ろの音も止まった。胸の奥がヒューッと冷たくなる。振り返ってはいけないよ。おばあちゃんの声が頭の中によみがえった。僕は唾を飲み込んでまた歩き始める。ザ、ザ、ザ。僕の足音の少し後にもう一つ音が重なる。カサ、ザ、カサ、ザ。誰かが歩いている。僕のすぐ後ろ。でも振り返るわけにはいかなかった。ただの気のせいかもしれない。そう思いたかったのに、歩くたびにその音はちゃんとついてきた。早く歩く。すると後ろの音も速くなる。僕が小走りになると、後ろの音も小走りになる。喉の奥がカラカラになって、息がうまく吸えない。走り出したいのに、走ったらダメな気がした。走ったら向こうも本気で追いかけてくる。そんな気がして、足だけが中途半端にもつれて、変な速さになる。その時だった。レン！お母さんの声がした。すぐ後ろからだった。ビクッとして僕は立ち止まりそうになった。でもギリギリでこらえた。お母さんの声なわけがない。お母さんはうちにいる。こんな山道にいるはずがない。それなのに声はもう一度、今度はもっと近くで呼んだ。レン、待って。泣きそうな声だった。具合が悪い時のお母さんみたいな苦しそうな声だった。胸がぎゅっと痛くなる。もし本当にお母さんだったらどうしよう。転んでいるのかもしれない。助けを求めているのかもしれない。そう思ってしまうのが一番危なかった。振り返るな、振り返るな、振り返るな。心の中で何度もそう言いながら僕は前だけを見て歩いた。すると今度は別の声がしてきた。レン、おーい。
ひろきの声だった。さっき別れたばかりの友達の声だ。思わず足が止まりかける。なんでひろきが後ろにいるんだ？脇道から帰ったはずなのに。なあ、待ってって。少し笑ったような声。いつものひろきそのものだった。僕はもう頭がぐちゃぐちゃだった。お母さんの声の次は友達の声。どっちも本物みたいで、どっちも嘘みたいだった。でもそのどちらの声にも一つだけ共通していることがあった。すぐ近すぎるんだ。参道は狭い。誰かが本当に後ろにいるなら、姿が見える距離まで近づけば、気配でもっとはっきりとわかる。なのに気配はあるのに、そこだけ空っぽみたいだった。声だけがある。僕は泣きそうになりながら、道を下り続けた。もうすぐ山を抜ける。もうすぐ畑が見える。そこまで行けば大丈夫。村に入れば大丈夫。そう自分に言い聞かせて足を前に出し続けた。だけど、後ろの足音は消えなかった。カサ、ザ、カサ、ザ、と、ぴったり同じ距離でずっとついてくる。やっと山道の出口が見えたとき、僕は少しだけ安心した。薄暗い木々が切れて、前に畑が広がる。その向こうに村の屋根が見える。人の家だ。明かりだ。助かった。と思った。その瞬間後ろで声がした。振り向いて。今度は知らない声だった。男とも女ともわからない声。子供みたいでもあり、年寄りみたいでもあった。もういいよ。声は優しかった。お母さんより優しくて、先生より優しくて、なんだか懐かしい響きだった。ここまで来たなら見ても大丈夫よ。僕は唇を噛んだ。ダメだ。ここで振り返ったらダメだ。おばあちゃんは言っていた。玄関を閉めるまでが帰り道だって、遠足みたいな言い方で言っていたけれど、あれはきっと本気だったんだ。僕は走った。山道を抜けて、畑の間を走って、息が切れても走った。後ろで足音が急に増えた気がした。一人分じゃない。二人、三人。いや、もっとたくさん。畑のあぜ道を何人もの足が一斉についてくる音。それでも僕は振り返らなかった。家の門が見えたとき、僕はほとんど泣いていた。庭先の明かりがついている。玄関も開いている。そこにお母さんが立っていた。レン！その顔を見た瞬間、膝から力が抜けそうになった。僕は転びそうになりながら門をくぐり、庭を横切って玄関へ飛び込んだ。お母さんが僕の肩を掴んだ。冷えた指じゃない。ちゃんと温かい手だった。どこ行ってたのよ。鐘が鳴ったのに。怒っている声なのに、それが妙に嬉しくて、僕は泣きながら謝った。お母さんは強い力で僕を引っ張って、家の中に入れた。おばあちゃんも奥から出てきて、僕の顔を見るなり青くなった。振り返ったのか？僕は首をブンブン振った。振り返っていない。本当に振り返ってない。後ろなんか見てない。おばあちゃんはそれを聞いても安心した顔をしなかった。その代わり、玄関の外をじっと見ていた。真っ暗な庭の向こう、門のあたりを。早く閉めて。今すぐに。その声にお母さんが玄関の引き戸を閉めた。ガラリと扉が閉まって鍵がかかる。それで全部終わったはずだった。なのにおばあちゃんは小さくつぶやいた。参ったな。
遅かったかもしれん。その晩ご飯の時、家の中は妙に静かだった。いつもならお父さんが仕事の話をして、お母さんがため息をついて、おばあちゃんがそれに文句を言う。そんな当たり前の音があるのに、その日はみんな無口だった。僕だけが何度も後ろを気にしていた。誰もいないのに、廊下の奥に気配がある。台所の流しのあたり、襖の向こう、暗いところに誰かが立っているような感じがする。夜になって自分の部屋に入って布団をかぶった後も、それは消えなかった。家鳴りがする。ミシッ、ミシッと古い柱が鳴る。風もないのに、廊下の向こうで、スッと何かが通る気配がする。眠れないまま目を閉じていると、不意に襖の向こうで声がした。レン。お母さんの声だった。起きてる？返事をしようとして口を閉じた。こんな時間にお母さんがわざわざ僕の部屋の外で小声で呼ぶことなんてない。レン、開けて。優しい声だった。でも、どこか変だった。声に息が混じっていない。人が話す時のかすかな喉の擦れる音とか、口の開く感じとか、そういうものが何もなくて、ただ形だけお母さんの声をしているみたいだった。僕は布団を頭まで引き上げた。レン。また呼ばれる。ねえ、レン、開けて。襖をツーッと何かが撫でる音がした。爪ではない、指でもない、濡れた布みたいなものが表面をなぞっているような音だった。そしてその後、足音がした。トン、トン、と、ゆっくりと廊下を歩いていく。部屋の前から離れていった。そして僕は朝まで一度も目を開けられなかった。だけど翌朝変だったのはお父さんだった。朝ご飯の席に来ない。お母さんが起こしに行っても返事がない。おばあちゃんも一緒に見に行ってしばらくして戻ってきたとき、二人とも変な顔をしていた。お父さんは？と僕が聞くと、お母さんは、仕事に早く出たのよ、と言った。でもおばあちゃんはその時、僕を見なかった。その日の夜もお父さんは帰ってこなかった。次の日も、その次の日も帰ってこなかった。村の大人たちは誰も騒がなかった。まるでそういうことが時々あるみたいに静かだった。お母さんはずっと疲れた顔をしていたし、おばあちゃんは家中の窓に塩を置いたり、玄関に縄を張ったりしていた。そして3日目の夜、お母さんがいなくなった。夕飯を作っていたはずなのに、台所には鍋だけが火にかかっていて、お母さんの姿はなかった。家中を探してもいない。外にもいない。ただ流しの前の床が少しだけ濡れていた。水をこぼしたみたいに。その夜からおばあちゃんは僕を自分の部屋で寝かせるようになった。線香を焚いて小さな声で何かを唱えながらずっと起きていた。僕はそんなおばあちゃんの腕にしがみつきながらずっと天井を見ていた。そして夜中、廊下で足音がした。トン、トン、トン。一人分ではない。二人、三人。家族みたいに慣れた足取りで歩いてくる。おばあちゃんの腕がぎゅっと強くなった。暗い中でおばあちゃんが息を止めているのがわかる。そして襖の向こうで声がした。母さん。父さんの声だった。次に、おばあちゃん。お母さんの声だった。そして最後に、レン。僕自身の声がした。
頭の中が真っ白になった。なんで僕の声が外からするんだろう。おかしい。おかしいのに襖の向こうの僕はいつもの僕より少しだけ甘えた言い方で続けた。ねえ、開けてよ。それでもおばあちゃんは返事をしなかった。でもその手が震えていた。開けて。寒いよ。中に入れて。声がだんだん増えていく。お父さんの声、お母さんの声、そして僕の声。それが順番に時々一緒になって襖のすぐ向こうで囁いてくる。開けて、開けて、開けて。おばあちゃんは震える声で言った。耳を貸しちゃいけないよ。あれはもううちのもんやない。その言葉が終わるより先に襖の向こうでペタリと何かが張り付く音がした。次の瞬間、紙の薄い襖に外側から人の顔みたいな形が浮いた。鼻も口も目も輪郭だけがぼやけて押し付けられている。紙の向こう側に誰かが顔を押し当てているみたいに。それが一つだけではなかった。二つ、三つ、四つ。家族の数より多い顔が襖の向こうでもぞもぞ動いていた。僕は声も出なかった。おばあちゃんは震えながら枕元の数珠を握って何かを唱え始めた。すると、襖の向こうの声がピタリと止まった。静かになった。あまりに急に静かになったから逆に耳の奥が痛くなるほどだった。その静けさの中でおばあちゃんが小さく息を吐いた。その時、僕のすぐ後ろで声がした。振り返ったね。耳のすぐ近くだった。冷たい息が首にかかる。僕は悲鳴を上げて前に転がった。でも、その時にはもう遅かった。おばあちゃんがありえないものを見る顔で僕の後ろを見ていた。目をカッと見開いて、口を半分開けて、声も出せずに。その視線の先に何がいたのか僕は見えなかった。僕は見なかった。見る勇気がなかったんだ。でもおばあちゃんの顔がゆっくり歪んでいくのが分かった。泣くような、怒るような、諦めるような顔だった。そうか。それだけ言っておばあちゃんは目を閉じた。そして次の朝、おばあちゃんもいなくなった。家には僕一人だけが残った。そう思っていた。昼過ぎに玄関が開いた。ガラリと音が鳴ってお母さんが入ってきたんだ。レン、何してるの？いつもの声だった。夕飯の買い物袋を下げて少し怒った顔で立っている。そしてその後、お父さんも帰ってきた。仕事着のまま疲れた顔で靴を脱いでいる。なんだ、泣いていたのか？それもいつもの声だった。でも僕は何も言えなかった。二人の足元が少しだけ濡れていたからだ。靴の裏からポタッポタッと水が落ちている。土ではない、泥でもない、川の水みたいにさらっとした水が。お母さんは笑って台所へと向かった。お父さんはそのまま居間に座った。どっちも何も変わらないみたいに動いていた。でも分かった。あれはお父さんじゃない。あれはお母さんじゃない。じゃあ、どこから入ってきたんだろう。玄関は閉まっていたのに、窓だっておばあちゃんが全部縄を張っていたのに。考えて僕は思い出した。昨夜、耳元で声を聞いたとき、おばあちゃんの前に転がる前に、ほんの一瞬だけ、僕は振り向いてしまっていたんだ。ほんの少し、
肩越しに後ろを見てしまった。暗い部屋の隅にもう一人の僕が立っていた。口を大きく裂けるみたいに開いて笑っていた。その顔を見た。覚えられたら終わりよ。おばあちゃんの声が頭の中で響いた。そしてその日の夜、食卓には3人分のご飯が並んだ。お父さんとお母さんと、そして僕。2人はいつも通りに笑って、いつも通りに話していた。何もおかしなところなんてないみたいに。でも時々、2人とも同じタイミングで僕を見る。同じ角度で首をかしげて、同じ笑い方をする。その度に心臓が凍るみたいに冷たくなった。逃げようと思った。でも逃げられないことももうなんとなく分かっていたんだ。だってこの家にはもう家族のふりをした者がいる。外へ出たってきっとついてくる。山道を歩いたあの日から僕はもう帰れていないんだ。寝る前、お母さんが布団を敷きながら優しく言った。レン、今日はもう大丈夫だからね。その声はちゃんとお母さんの声だった。だからこそ怖かった。僕は布団の中で目をずっと閉じたまま朝を待っていた。でも眠れなかった。夜中になってふと目を開けると部屋の隅に誰か立っていた。月明かりの中で子供の形をしている。僕と同じ背丈で僕と同じ顔をしていた。そいつはじっとこちらを見ていた。そしてにっこりと笑って小さく口を開いた。それは僕の声だった。昨日ちゃんと振り返ったよね。僕は声も出せずに震えていた。すると隣の部屋からお母さんの声がした。どうしたの、レン。続けてお父さんの声もした。また呼ばれたのか？どっちも優しい声だった。優しくて、優しすぎて、人の声ではないみたいだった。部屋の隅の僕は、それを聞いて嬉しそうに笑った。それからゆっくりと僕の方へと近づいてきて、耳元で囁いた。もう、この家には入ってるよ。その瞬間、襖の向こうからお父さんとお母さんの足音が聞こえた。トン、トン、トン。家族が迎えに来るみたいな静かな足音だった。僕は布団をかぶった。でも、その薄い布団の外側に3人分の気配が立っているのが分かった。一人はお母さん、一人はお父さん、そしてもう一人は僕。朝になったら誰が残っているんだろう。それを考えたまま僕は朝まで目を開けられなかった。最初に気づいたのは写真だった。スマホで撮った山の写真を見返しているとき、違和感があった。自分しか写っていないはずの写真の奥に人がいたんだ。木の陰に隠れるように小さく写っている。最初は気のせいだと思った。拡大してみる。顔が見えた。それは知らない老婆だった。しかも、その老婆には目が3つあった。額にもう一つ横向きの目がついている。その目だけがこちらを見ている。撮った時にはそんな人はいなかった。気づいた瞬間、写真を閉じた。見間違いだと思いたかったんだ。でも、次の写真にも写っていた。距離は少し近い。同じ老婆が少しだけ前に出ている。見つめはやっぱりとこちらを見ていた。そしてさらに次の写真。もっと近い。
木の陰から半分だけ顔を出している。そこでやっと思い出した。あの山に入った日のことを。その日は特に予定もなく、なんとなく外に出た。どこか静かな場所に行きたくて、適当に調べて見つけた山だった。人が少なくて景色もいい。それくらいの理由で決めた。山へは一人で行った。最寄りのバスを降りて、しばらく歩くと山道に入る。最初は普通の道だったが、少し進むと急に人の気配が消えた。木が増えて空が見えなくなる。音も減って自分の足音だけが目立つようになる。それでもその時はまだ何もおかしいとは思わなかった。少し歩いたところで前に人影が見えた。年配の女だった。こんな場所にいるのは珍しいと思ったが、地元の人だろうと勝手に判断した。そのまま近づいてすれ違おうとした。だがその時、女が急に立ち止まった。そしてゆっくりと顔を上げた。そこで初めて気づいた。目が3つある。額にもう一つ、横向きの目がついている。しかもその目だけが私の後ろを見ている。反射的に振り返った。誰もいない。もう一度前を向いた。その瞬間、3つの目が全部こちらを見ていた。そしてその場で笑った。笑ったのは口だけだった。声は出ていない。なのに確実に笑われたとわかる。3つの目は動かないまま全部こちらを見ている。その状態のまま老婆はゆっくりと口を開いた。音はなかった。何も聞こえない。けど言われたことだけははっきりとわかった。あなた、いいわね。頭の中でその言葉がそのまま浮かんだ。次の瞬間、額の目だけが動いた。ゆっくりと横から縦に回る。本来ありえない動きでぐるりと回って正面を向いた。3つの目が全部同じ方向でこちらを捉える。その瞬間、体が一歩だけ後ろに下がった。自分の意志ではない。距離を取らなければいけないと体が勝手に反応する。それでも遅かった。老婆は動いていない。その場所に立ったままなのに距離が変わらなかった。一歩下がっても同じ距離にいる。目が離せない。体も思うように動かなかった。そしてそのまま数秒、何もできずに立ち尽くした。やがて老婆がゆっくりと顔を傾けた。その仕草と同時に背後に気配を感じる。はっきりとすぐ後ろに誰かがいる。振り返るべきではないと分かっているのに首が勝手に動いた。後ろを見る。だが誰もいない。木と暗い山道だけが続いている。もう一度前を向いた。そこにはなんと老婆はもういなかった。さっきまで立っていた場所に何もない。消えた。そう思った瞬間、すぐ耳元で息がかかった。距離がゼロになっている。反射的に横へ飛び退いた。だがそこには誰もいない。見えない。気配だけがある。そのまま全力で走る。来た道を無理やり戻った。足場は悪く、何度も滑りかけながら、それでも止まらなかった。背後を気にする余裕もない。ただ、山から離れることだけを考えて走った。やがて、舗装された道に出たところで、ようやく足が止まった。そこで初めて振り返る。山は静かだった。何もいない。あの老婆の姿も気配も消えている。助かった。その時はそう思った。でも終わってなんていなかった。山を出てから数日は何も起きなかった。
あの老婆の姿も見ないし、気配も感じない。写真のことも気にはなったが、見返すのが怖くて、そのまま触れずにいた。時間が経つにつれて、あれはただの見間違いだったのかもしれないと思い始めた。そう思いたかった。だが、違和感は別の形で現れた。最初に気づいたのは電車の中だった。いつも通り座っていると、妙に背中側が広く感じる。後ろに人がいない。それだけなら珍しくもないが、違和感はそこではなかった。隣の席も、その隣も人がいるのに、なぜか自分の背後だけぽっかりと空いている。不自然なほどに。その日は気のせいだと思って流した。だが、同じことが何度も起きる。店に入っても、列に並んでも、必ず自分の後ろだけ人がいない。混んでいる場所でも、そこだけ空間が空く。まるで誰かが避けているみたいに。最初は偶然だと思おうとしたが、続くと無視できなくなる。ある時、後ろにいたはずの人が気づいた。視界の端で確かに立っていたんだ。だが次の瞬間、その人がいなくなっている。音もなく、気配もなく、ただ消える。そして振り返る。もちろん誰もいない。通路も壁もそのままなのに、そこにいたはずの人間だけがいない。何度か同じことが起きて、やっと理解した。消えているのは人ではない。後ろそのものだ。自分の背後にあるはずの空間が少しずつ削れている。だから人が立てない。存在できないんだ。そこに入ったものは見えなくなる。そう考えた瞬間、全身が冷えた。あの老婆の目のことを思い出す。三つ目のうち、あれだけが後ろを見ていた。つまり、あれに見られた時点で、自分の後ろはもう普通じゃなくなっている。どこにいても背後が安全ではない。常に何かに触られている状態になっている。それでもその時点ではまだ実感がなかった。目に見えない。直接何かが起きるわけではない。だから、どこかで大丈夫だと思っていた。それが間違いだったと気づくのはもう少し後だった。それに気づいたのは朝だった。起きて玄関に向かったとき、靴の裏に違和感がある。ざらつく感触がある。確認すると乾いた土がついている。赤っぽい色で見覚えがあった。それはあの山の土だった。前日には外へは出ていない。なのに靴だけが汚れている。気のせいだと思いたかった。その日は何も考えないように過ごした。だが翌朝、玄関の外に落ち葉が散っていた。風で飛んできた量ではない。誰かが踏み荒らしたみたいにまとまって落ちているんだ。さらにその翌朝、部屋の中の床に濡れた跡があった。玄関から自分の部屋まで続いている。土と水が混ざったような足跡だった。一歩、また一歩と、はっきりと残っている。だがその形は自分の靴と同じだった。そこでやっと理解した。自分が歩いている山の中を。意識がないまま俺はどこかに行っているんだ。避けているつもりでも関係なかった。もうつながっている。止める方法なんかはない。次の日の夜、眠るのが怖かった。だが体は限界で気づいたら意識が落ちていた。次に目を開けたとき、俺は山の中に立っていた。あの日と同じ場所。音が少なく空気が重い。逃げようとはしたが、体は動かなかった。背後に気配がある。振り返れない。そのままゆっくりと前に視線が引っ張られる。そこに三つ目の老婆が立っていた。
前よりも近い、はっきりと顔が見える距離だった。三つの目が全部こちらを見ている。そしてその口がゆっくりと動いた。やっと戻ってきた。その瞬間、足が勝手に前に出た。止められない。一歩、また一歩と老婆の方へと進んでいく。体の後ろが完全に消えている感覚がある。逃げる方向がない。そしてそのまま老婆の目の前まで立たされた。三つの目がすぐ近くにある。額の目だけがゆっくりと動いた。そしてまた後ろを見る。その動きと同時に背中に何かが触れる。振り返れなかった。でもわかる。そこにもう一人いる。見えない自分の後ろに何かがいるんだ。次の瞬間体が引かれた。前ではない。後ろに。存在しないはずの後ろ側へと引きずり込まれる。声も出ないままそのまま落ちていった。最後に見えたのは老婆がこちらを見下ろしている顔だった。それから先はわからない。ただ一つだけはっきりとしていることがある。あの山には戻される。見られた時点でもう終わっているんだ。樹海に入ったのは夜だった。昼間よりも人が来ない時間の方がいいと思い、わざと暗くなってから森へと入った。もう何ヶ月も悩んでいたんだ。仕事もうまくいかず、人間関係も壊れ、何をしても前に進めないような感覚が続いていた。最初はただ疲れているだけだと思っていたが、そのうち朝起きることも苦しくなり、気がつけば外に出ることはほとんどなくなっていた。そんな状態が長く続き、気づいた時には、どこかで終わらせたいという考えが頭から離れなくなっていた。いくつか場所を調べるうちに、樹海という名前が何度も目に入った。ここには同じことを考えてくる人が多いらしい。そう考えると、不思議と怖さは少なくなった。一人ではない場所のような気がしてからだ。夜の駐車場はほとんど車がなく、遠くで虫の声が聞こえるだけだった。森の入り口は暗く、街灯の光も届かない。しばらく立ったまま森を見ていたが、覚悟を決めてそのまま中へと入った。樹海の中は想像していたよりも暗く、木が密集しているせいで空がほとんど見えない。足元は固まった溶岩の岩が多く、歩くたびに靴の裏で小さな石が転がる音がする。誰かが帰り道の目印として結んだものらしく、そのロープは奥の方へと続いている。その近くには空き缶やペットボトルも落ちていて、この場所に人が来ていることははっきりと分かった。森の奥へ進むほど空気はだんだん重くなっていく。静かなはずなのに、どこか落ち着かない感覚が続くんだ。どれくらい歩いたのかはわからない。時間の感覚も少しずつ曖昧になっていた。その時前の方から足音が聞こえた。落ち葉を踏むはっきりとした音だった。思わず足を止めて暗い森の奥を見つめた。すると木の間から一人の男がゆっくりと歩いてくるのが見えた。暗い森の中から現れたその男は、こちらに気づくと歩く速度をゆっくりと落とした。年齢は自分とそれほど変わらないように見える。普通の服装で特に目立つところもない。男は数メートル手前で止まり、こちらを見ながら小さく息を吐いた。そして静かな声で言った。あなたもですか？その言葉の意味はすぐに分かった。ここに来る理由なんて
大体同じだからだ。俺は少しだけうなずいた。すると男はどこか納得したように笑った。やっぱり、そうですよね。ここに来る人、みんな同じ顔をしてますよ。その言い方は不思議だったが、不思議と嫌な感じはしなかった。むしろ、誰かと話していることで、少しだけ気持ちが軽くなっている自分がいた。男はゆっくりと森の奥を振り返りながら言った。この辺りだと人に見つかることがありますよ。もう少し奥に行くといい場所があります。いい場所という言葉が何を意味しているのか説明されなくても理解ができた。男は先に歩き出し、俺もそのまま後をついていく。歩きながら男は自分のことを少しだけ話した。仕事のことや家族のこと、うまくいかなかったこと。内容はどれも特別な話ではなく、どこにでもありそうな話だった。だからこそ、ここにいる理由がよくわかった。しばらく歩いたところで、ふと足元を見ると違和感に気づいた。男の靴は泥だらけだった。この森をかなり歩いているはずなのに、その後ろには足跡が残っていない。最初は暗くて見えないだけだと思った。だが、俺の足跡ははっきりと残っているのに、男の足跡だけがどこにも見当たらない。そのことに気づいた瞬間、胸の奥に小さな不安が生まれた。男は振り返り、どうしましたかと聞いてくる。俺は何でもないと言って歩き出したが、その時からさっきまで感じていた安心感は消えていた。それでも男は気にした様子もなく、奥へと進んでいく。しばらく歩くと、森の中に少しだけ開けた場所が見えてきた。男はその場所を指しながら言った。もうすぐですよ。男に案内されるまま、俺はその開けた場所へと近づいていった。木が少しだけ途切れていて、周りよりも空が見える場所だった。その場所に足を踏み入れた瞬間、違和感に気づく。木の枝から何本ものロープが垂れている。最初はただのロープだと思った。だが暗さに目が慣れてくると、その下にぶら下がっているものの形がはっきりと見えてきた。人だった。一人ではない。二人、三人。いや、もっといる。枝からぶら下がった体が森の空気の中でゆっくりと揺れている。服も体の形もバラバラだが、全員が同じ姿のまま静かにぶら下がっていた。俺は思わず足が止まる。さっきまで考えていたことが一気に現実のものになった気がした。男はその光景を見ながら落ち着いた声で言った。ここが一番いい場所ですよ。俺は何も答えられなかった。ただその場から目が離すことができない。ロープの下で垂れている体を見ているうちに急に息苦しくなってきた。ここに来た理由を思い出すと同時に急に怖くなった。このままここにいたら本当に戻れなくなる。そう思った瞬間、体が勝手に動き、俺は後ろへ下がった。だが男は慌てる様子もなく静かに言う。無理ですよ。その声はさっきまでとは少し違って聞こえた。俺は振り返って森の奥を見る。すると暗い木の間から何人もの人影がゆっくりとこちらへ歩いてくるのが見えた。一人、二人、三人。暗闇の奥から次々と現れてくる。全員の顔は青白く、首のあたりには黒い跡のようなものが残っていた。その人たちは声も出さず、ただこちらへ近づいてくる。男はその様子を見ながら静かに言った。ほら、仲間が来ましたよ。
暗い森の中から現れた人影は、ゆっくりとこちらへ近づいてくる。誰も声を出さない。ただ足音だけが静かに響き、少しずつ距離が縮まっていく。その顔はどれも青白く、目がどこかぼんやりとしていて、生きている人の表情には見えなかった。そして全員の首には黒く残った跡がはっきりと見えている。俺は後ろへ下がろうとした。だが足が思うように動かなかった。気づいた時には足首のあたりに冷たい感触があった。ゆっくりと視線を下げる。なんと地面から何本もの手が伸びていたんだ。黒い土の間から白い手が何本も出ていて、俺の足首をしっかりと掴んでいる。引き抜こうとしても全く離れない。俺は思わず声を上げたが、森の奥に吸い込まれるように消えていく。男はその様子を見ながら静かな声で言った。安心してください。ここに来る人はみんな最初は怖がります。その言い方はまるで昔から何度も見てきた光景のようだった。俺は必死に足を引き抜こうとしたが、地面の手はさらに強く掴み、体を下へと引きずり込もうとする。森の奥から現れた人たちはいつの間にかすぐ近くまで来ていた。その全員が無言のままこちらを見下ろしている。すると男が最後にこう言った。ここに来た人は一人では帰れないんですよ。その瞬間、足元の力が一気に強くなり、体が地面へと引き込まれていった。暗い森の中で何本ものロープが風に揺れている。そして、その夜樹海の奥の木にまた一本新しいロープが増えた。